はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの VZ シャーシ、前回リアの二軸の AT バンパー作りました。こんな感じですね。結構いい感じにできたと思うんですよね、シンプルに。で、今回はフロントの提灯作っていきたいと思います。いつもだったら作ったものをご紹介するんですが、今回作る提灯は以前ジャパンカップ用マシンでご紹介した簡単提灯と呼ばれるもの、これをね FRP で作っていきたいと思います。ちょっとね強度面心配なところがあるんですが、とりあえずね作って走らしてどうなるのか、その辺もね見てみたいのでやっていきたいと思います。今回作っていく提灯は簡単提灯ということで、使うプレートはこちらの FRP のリアマーチ、そしてこっちがね迷ったんですが、これにしようかなと思います。スーパー X 用のプレートですね。ちょっと名前忘れちゃったんでどっかにね出しておきたいと思います。これか AR シャーシ用の FRP プレート、どっちか悩んだんですが、ほぼほぼね穴位置一緒で、だったらね加工が少なそうなこちらを使おうということになりました。でね、まずね加工しない状態であてがってみるとこんな感じですよね。そしてこれがここだとちょっと遠いので、ここで合わせていきたいんですが、ここで合わせようとするとこのギアカバーがちょうどね干渉してしまうので、まずはこういう風に使っていくんですが、ここの穴をガイドにこのプレートに新規穴を開けていきたいと思います。はい、こんな感じでビスとロックナットで固定しました。この穴ビスよりも大きいので微妙にね斜めになってしまうことがあるんですよ。プレートがね斜めにならないように内側に寄せるか外側に寄せるかして固定するとしっかり穴が開きますので、その辺注意していただければなと思います。この状態で 2mm の穴を開けていきます。 2mm のドリルを先ほど言った穴をガイドにして穴を開けました。こんな感じですね。この穴開けが終わったらとりあえず一回あてがってみますか。こんな感じになるのでいい感じですよね。あとはタイヤに干渉してしまうところをまずフロント側のプレートカットしていきたいと思います。カットするときはこういったねマスキングテープ、今ちょっとね幅が広いのしか持ってないんですけれども、こういったのでまっすぐね貼ってカットラインの目印をつけていきます。この目印に沿ってカットしていきます。ということでねやっていきたいと思います。ちょっとねネイル用の集塵機使うんで音がねうるさいかもしれないんですけど、その辺ねご了承いただければなと思います。はい、カットの方が終わりました。この辺ちょっとヤバめですね。とりあえずねマシンに手がってみるとこんな感じですね。でねちょうどねギアカバーがこんな感じで当たってるんですよ。タイヤも微妙に当たってますね。あとはギアカバーに当たらないようにプラスタイヤに当たらないようにカットしていきます。ちょうどここら辺ですかね。タイヤはここら辺でカットして、ギアカバーはこの穴のところら辺ですかね。こっち側は残してこっち側はこういう風にカットしていく感じですね。まずはねマスキングでまたカットラインをつけていきたいと思います。はい、とりあえず一気にやると失敗しそうだったんで、まずタイヤを当たらないようにカットしていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。
ちなみにね、この FRP の粉とかはあんまりね体に良くないので吸い込まないようにしていただければなと思います。マスクをしたりとか、こういった集塵機使ったり、あとはね風通しのいいところで作業したり、何かしらの対策の方をしていただければなと思います。あとね、リューター使うんで怪我には注意していただければなと思います。こんな感じですね。これでタイヤが当たらなくなりました。あとね、ギアカバーのところですよね。ここのカットは見極めは難しいですよね。ちょうどこの穴とこの穴の間ぐらいだと思うんですよ。とりあえずね、マスキングでまた印をつけてカットしていきたいと思います。はい、マスキングしました。ちょうど今見えているこの黒い部分をカットしていきます。結構ね、細く残るところがあるんで、強度面ちょっと心配ですよね。とりあえずやってみたいと思います。はい、カットの方が終わりました。まだね、形がいびつなんで、これはね、もうヤスリで整えていきたいと思います。はい、形を整えてみました。結構攻め攻めですよね。入れてみるとこんな感じ。かなりねフィットしてますよね。もうほぼほぼいい感じじゃないですかね。こっち側のプレートの加工ですよね。これをどういう風に取り付けるかによっても変わってくるんですが、前側のプレートを上にするのか、それとも下側にするのか、とりあえずこいつを加工していきたいと思います。まずはこんな感じで取り付けるので、ここですよね。ここギアカバーに干渉してしまうので、ここをまずカットしていきたいと思います。両サイドの分。これでとりあえず干渉するとこはなくなると思うので、やっていきたいと思います。はい、とりあえずカットの方が終わりました。とりあえず合わせてみるとこんな感じで、マシンに入れてみるとこんな感じになります。これでクリアランス確保の方はできましたね。あとはどっちの方がプレートいいんでしょうかね。こういう風にやるのか、上に行くのか。下側の方が良さげですね。こっち側のプレートを前のプレートよりも下に取り付けていきたいと思います。ということで、ここの穴をサラベス加工していきたいと思います。はい、サラベス加工が終わりました。これでさっきのプレート、これとこんな感じで取り付けてみたいと思います。はい、取り付けが終わりました。こんな感じですね。もうちょうちんですね。あとこの辺のざっくりカットしたところ、これをまた板やすりで整えていきたいと思います。はい、綺麗になりました。あとここの取り付けの部分を 3mm の穴に拡張して、マスダンパー取り付けるピースはここの穴にしようとしているので、これ以外の不要なところをカットしていきたいと思います。まずは不要な穴の部分をカットしました。今度はここの穴を 3mm に拡張していきたいと思います。まずは 2.5mm の先細りのビットで拡張していきます。これはね 3mm の先細りのビットがあれば本当はね楽なんですが、僕ちょっとね持ってないんで2段階に分けて穴を拡張していきます。
はい、拡張が終わりました。あとは 3mm の円柱ビットでさらに拡張していきたいと思います。はい、拡張が終わりました。あとは可動方向に彫り込んでいきます。今回だとこうですね。この角度ぐらいですかね。はい、彫り込みの方も終わりました。もうこれでね、完成ですよね。ちょっとつば付きの真鍮を入れて実際に取り付けてみたいと思います。このつば付きのローラーとかに使う真鍮パイプですね。これを入れて、でこいつを入れて、ちょっとロックナットとかで固定しますか。はい、取り付けました。ゴム管でも良かったですね。これでこんな感じ。ちょっと電池入るとまた高さが変わりそうなんで、電池入れるとこんな感じですね。いや、結構まっすぐいい感じじゃないですかね。提灯はここまで稼働していきます。で AT がここから動く感じですね。こんな感じで。ただやっぱりこの辺の細さすごい気になりますよね。強度面が。この辺は瞬着とか流し込んで強度アップの方をしたいと思います。とりあえずウェーブの 3S を流し込んで強度アップを測りたいと思います。もう接着してもいいですもんね、この辺は。はい、瞬間接着剤を流し込みました。まあちょっとね、乾いてないかもしれないんですが、ロックナットもね、もう取り付けたまま固定したんで、これで多少強度は上がったと思うんですよね。はい、ということで今回は簡単提灯を VZ に取り付けてみました。 FRP なんでちょっと強度の方が心配な部分があるんですが、カーボンだったらね多分大丈夫だと思います。実際に僕のメインマシンも提灯の幅ってこれぐらいしかなかったりするので、これでね折れるっていうことは今んとこないですね。ちょっとね FRP なんで折れる可能性はありますが、せめてここの前の部分だけでもカーボンに変えたら大丈夫だと思うんですよね。マスダンパーはシリンダーのものを取り付けました。キャップスクリューはね長いものを使っています。あとね提灯が電池を叩くのあんま良くないのかなと思って両サイドを叩けるようにしました。ちょうど VZ シャーシこの部分になんかねピロッと出ているところがあるので、ここをね叩くようにしました。使ったのはポムの520、これをサラビス加工して、さらに軽量プラスペーサーの 6mm よりもちょっと長いやつですね。ここがつるってしてるやつ、こちらをかまして、高さはねぴったりな感じです。ギリギリ電池を叩かないような高さになっています。今回こんな感じで終わりにしたいと思います。加工しながらのご紹介ってね結構難しくて、こういったギミック系だとちょっとしたねすり合わせとか後からね追加工して合わせていったりするのでなかなかねできなかったんですが、この簡単提灯だとねカットして、あとはもうここの取り付けの部分 3mm に拡張するだけなんで、今回はねちょっとやってみました。もうね慣れてしまえば30分ぐらいですよね。そんなにもしかしたらかからないで作れると思います。ほぼほぼねこのマシーンも完成してきたので、あとボディを乗っけたり細かなところやって実際に走らせていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。